皆さんどうもこんにちは、しおりです。皆様こんにちは。またもや空港にいるんですけども、ちょっと今回はいつもとは一味二味と違くてですね、なんと台湾の方から呼んでいただいたと言いましょうか。ちょっと難しいのでいろいろちょっとアフレコに任すんですけどね、なんたるやことって感じじゃない？自分でも全然理解ができてないので、全てはついてからなんやかんやわかるとは思うんですけどね。とにかく大好きな台湾に行けることを光栄に思います。それでは行ってきます。さあ、もう何が何だかわからない始まりですね。当初の私も何ら分かっておりません。とりあえず簡単に説明すると、台湾の観光局から直々に台湾にお越しくださいましって呼んでいただけまして、もうそれだけでも大層な話よ。なのにそれプラスその前後にちょうど総統府っていう言うなれば台湾のホワイトハウスですか、そこに世界各国のインフルエンサーが泊まれるっていうイベントがござりまして、でなんかそんなとこに泊まれることってないし、せっかくインフルエンサーっていう肩書きを持たせていただいているので、どうせ落ちるだろうということで応募してみたのね。そしたらなんと受かりました。もうまさかすぎて左も右もわからぬ状態ではありましたが、選ばれたからには台湾と日本の架け橋となりたい、親善大使の面持ちで向かうのでした。でこっからがもうすごいんです。まずウェルカムボードにて台湾のお偉いさんたちに大恐縮なお出迎えしていただきまして、でこれはなんかそうようこそってお土産までいただいてね、私も日本の瓦せんべいでも持ってくればよかったななんて思ったポイントでして、でこれはね、なんか今台湾に個人旅行する人に、が対象なんですけど、渡航前に申し込みをしとくと空港でこんな感じの抽選会が行われておりまして、当たるとなんと約2万円分がもらえるというね。しかも私当たりましたちょっともうさ、いろいろ運が良すぎないかと、台湾の神様に好かれてる可能性大だなと、図らずもがな2万円分ゲット。幸先の良さに胸躍りつつ、しかし見てくださいよこの不安な面ってことで、今日のお宿総統府着きましたでね、もう着くや否やこんな感じでたくさんの取材の方と、あとは、ボディーガードなどなどめちゃくちゃ厳重な対応をしていただきまして、はい、今日なんと泊まる部屋こちらです。この私のような膝小僧のために何人の人が動いて何人の方が準備してくださったんだろうって思ったら、もう冷や汗が止まらず、私大変パニックに陥っておりました。いろいろテンパるぞ。しかも本当にさ、言われるがまますぎてよく分かってない。みんながみんな偉い人っていうのは分かる。で早速案内してくださるとのこと。総統府内部へいざ潜入したんですけど、ここにもまたもやお偉いさん、もう本当にあたふたして、正直この方がどなたなのかも分からずままお話が進み、外交の印記念撮影
でね、この台湾の形をしたクッションはなんとネックピローに早変わりするということで、それを渡してもらったので、すぐ首につけてみたらすごいお喜びになっていただけて、そのままもう一枚パシャリ。貫禄がありつつ、すごい優しくてチャーミングなお方だったので、ツーショット撮ってもらったんですけど、その後にもらった名刺、めちゃくちゃ偉い人。そうして1泊2日余すことなくツアーは続きまして、普段は入れない台北賓館というところにお邪魔させてもらったり、あと資料館のような場所で説明を受けたりなどなど、本当私でよかったんかなっていう疑念が常に拭えないまま時間が過ぎていったんですけどね。でもいろいろお話を受けて常々思ったのが、台湾の方々本当に日本が大好き。なんか親日国とは言われていますし、それは知っていたんですけど、もうそれを直に感じると言いましょうか。もうこの総統府は東京駅を作った建築家の弟子が作ったんだよ、似てるでしょとか、総統府の形は実は日本の日っていう形になってるんだよとか、きっと日本人より日本のことを愛してくれてるし、そんな国ってなかなかないし、もうね、こういう関係性が永遠に永遠に続くことを願ったし、もうほんとシェイシェという思いでいっぱいになったよ。うわー、なんてイレギュラーな一日なんでしょうか。しおりのなんとなく非日常ですよ、これは。なんかこんな経験いいのだろうかっていう感じだな。でもね、とにもかくにも人ができない経験させていただいてると思うので、噛み締めながら過ごしていきます。この総統府の人は、私があんな6畳の畳築40年の部屋に住んでるって知ってるのかな。こうして夜は1日に2回行われる国旗の上げ下げの下げの方ですね。下げの方を見させていただけるということで、このように演奏を聞いて国旗が下がっております。取られた。で、何がすごいって、この間5分10分ぐらいこの前の交通が全部止まるんですよ。待ってましたと言わんばかり。それを私、この敷地内で見せてもらってるもんですから、もう膝小僧が総統府の中にいるといった感じでしょうか。すごい。で、こっからですよ。私が大層楽しみにしていたスケジュール。ミシュラン三つ星にご招待いただきました。でね、通訳の方とかカメラマンの方とかさっきまで一緒だったので、絶対一緒だろうなと思っていたら見てください、まさかのぼっち。あまりにも素敵じゃないですか。どうしましょう。もうこれぞ究極のソロ活。ついにここまで来たかという話です。もうね、伝わってるかな、私のこの夢見心地気分。ここまでなんら本当におとぎ話の世界だったのに、さらに第2章、もうシンデレラにもなったような気分で魔法のようなひとときをかみしめてる。で、物語始まります。港区女子みたいになってる。三つ星レストランなんてもちろん初めてだし、なおかつぼっちという奇妙すぎる体験。もう普通に順序間違えてるよね。
好吃。美味しい。好吃。好吃。いや Yeah, thank you. 確かにハウチーと美味しい似てる。もうこのラグジュアリーな空間で明らか膝小僧の私はどう振る舞ったって膝小僧だからね。もう背伸びはしないことにして、とにかく美味しいものは美味しい、味覚に全集中することに決めたんですけど、とにかくこのスープもね、もう出汁の泉、もうホタテ飲んでるみたいな、っていうかもはやホタテよりもホタテって思ったけど、まさかのこれホタテとは書いてなかった。そしてじゃじゃーん、美女爆発ロブスター。いやいや、これなんて私ごときが食べていい商品なのでしょうかと不安になるほどのご立派さで、一口いただいたらちょうど赤ワインが到着いたしました。で、いろいろ説明してくださった後にテイスティングのお時間を設けていただきましたので一応やってみた。それでは一丁前に、もう本当に一丁前ですよ。なんかこうやって己の目で見返してると恥ずかしいものがあるもんね。二度とないであろうこんな経験、もうお墓参りやらトイレ掃除やらいくらしたら採算が合うのだろうと、そんなことさえ考えてたよ。この粉美味しい。ハッピーターンみたい。そして今回のメイン、今目の前で最終調理をしていただいておりますが、こちらアワビと花しいたけ、ガチョウの爪の煮込み。もう何が何だか分かんないんですけど、とにかくアワビラブな私はとろけまして、しかしまあ驚いたのが、このアワビ、花しいたけ、ガチョウの爪、それらの個体を差し置いて一番の主役はまさにタレではなかろうか。したらなんとご飯を持ってきてくれて、世界一贅沢な丼、これにて完成。もうわけわかんないくらい美味しくて、このスプーンの上が一番のメインディッシュとでも言いましょうか。本当にね、なんかいけないことしてる気もする、そんなさえ美味しかった。で、その後も美しく芸術的なお食事たちに囲まれまして、もう最高にシェイシェイな空間、忘れられないお食事たち。叶うことならばもう一度このお店に見合うような女性になって帰ってこれることを願います。本当にお邪魔しました。ありがとうございました。夢かもしれない。はい、ということで総統府に住み着くメガネザルです。朝からこんなにも豪華な朝食をいただきまして、あっという間すぎる総統府一泊、スケジュールを無事終えました。いや本当に非日常でしたね。ありがとうございました。シェイシェイ。というわけでここからは完全プライベート。今回は初めての高尾に一泊するので新幹線に乗っているんですが、ちょっと高尾に行く前にこの平東勝利星村ってところに寄ってみた。屏東勝利新村。さあ行くぞ。ここは日本統治時代の面影が残る建物とかを生かしてカフェとかなんかショッピングとかができるこういう施設というか一体のところなんだけど、本当に日本みたいなんだ。あれはもしかしてくら寿司で、ここではルートーダンっていう超台湾っぽい緑豆のかき氷みたいなのを食べたんですけど、それがすごい美味しくて、
緑豆とタピオカと氷となんか白玉みたいなやつで、そしてこのとろっと感、もう正直台湾鬼のように暑いんですけど、この緑豆は熱中症予防効果もあるだとか、見た目以上に美味しい。ほっと一息カフェタイムでした。初めて電車に乗るよ。すいませんね、ちょっとここまで VIP な旅になってしまったこと、大変に恐縮です。しかしここからは違います。孤独のグルメ旅です。で、初めての電車、最初当選した2万円分がスイカのようなものに入っているので、それを使いますと思ったら、ホテルの鍵でした。ホテルの鍵やっちゃった。これで今からシーチっていう海鮮が有名な島にね、フェリーに乗っていこうと思って、はい、まあ綺麗でしょう。超綺麗なんだけど、まずチケット売り場がわからん。いろんな人に聞きながらさまよい、そしたら全然違う場所にいるってことが分かって、走る羽目となりました。こう来なくっちゃ旅じゃないですね。ここからだとおよそ5分ぐらい、だからちょっとしたフェリーですね。それに乗って隣のおじいちゃんと仲良くなって、念願のシーチようやく着きました。素敵じゃん、ハワイみたい。ここはウニの最寄り、たくさんのシーフード屋さん連なるんです。ただ一筋縄ではいかない点が、まるで市場かのように前にお魚が並んでおりまして、そこから直々に選んで調理をしていただくという生パフォーマンス形式なんですね。ほら、カニとかも量り売りでね、いいでしょう。で、ここのお店はご丁寧に、日本語のメニューがあったので、それを見させていただきましたら、うわー、カエルがで、いろいろ迷っていたら、一人でしょって言って全部をちょっとずつ負けてくれてね。なんでだろう、めっちゃ安くしてくれる。これでこのデカ瓶で70元という安さ。はい、乾杯。台湾は物価も安く、人も優しく、治安もいいというね、ほんと一人で来やすい国だよ。で、来ました。水蓮花、間違えた。水蓮菜。これは何て説明したらいいのかなと考えたところ、空心菜の古文、それが一番見合ってるんじゃないかなと思う。で、回転が早いで、次に来たもの、あれこれ何頼んだっけとはてなしていたんですけど、カエル、あんまりこうやって見るとカエルっぽくないじゃん。でも見てください、足でございます。ごめんね、私はさ、こういうの全然大丈夫なんだけど、きっとあちゃーって思いながら見てる人もいるんじゃないかな。なんだけどね、信じてほしい、味が絶品なんですよ。やっぱりカエルって見るからにプリップリじゃない。で、火を通してもプリプリのままで、なおかつこのたっぷりの輪切り生姜と台湾バジル、なんて相性がいいのでしょう。私自身、この世界中のまだ見ぬ知らない美味しい料理を食べ尽くしたいっていう夢があるのでね、もうここで食べたカエルはまさにそれ、一歩夢に近づいたと言いましょうか。で、ニンニクコロッコロのアサリ酒蒸しとカニ。このアサリの酒蒸しはニンニクとアサリの出汁がこれでもかというほどスープに乗っかっていまして、元気もりもりで、このカニもね、ちいちゃいながらに味が濃ゆい。私タラバガニより毛ガニ派なので、どちらかというとこのカニは毛ガニ派のカニ。わかる？
まあやんや言ってますが、とりあえず何でも美味しい。マッチってみんな CG に来たら絶対ここのカエル食べてほしい。皆様もぜひお越しください。で、島を出て戻ってきたらやっぱりデザートですね。かき氷、すごい活気がある、めちゃ人気そうなかき氷屋さんだなって思って入ったんだけど、通りで美味しい。しかもね、ここの写真をインスタに上げたら、なんでここ知ってるんですか、めちゃめちゃ美味しいとこですよみたいな DM が来てね、己の目利き力に脱帽。いやはや本当にいいお店でした。ということで、あまりにイレギュラーな今日の動画いかがだったでしょうか。次回は普通の一般人としての動画になるから、まあ今回も一般人なんですけど安心ください。まあ、こうやって見てくださってるみんなのおかげでおもろい体験ができてて本当に幸せ者です。みんなありがとう。次回食べまくるです。それではじゃあいい夢見てね。おやすみ。